オープン。ママ、仲間を入れた。デビュー戦です。いただきます。いただきます。そして乾杯。はい、お茶も乾杯。はい、皆さんこんにちは。今ですね、群馬県の方走行しております。今日はですね、週末のね、プチッとの旅ということで、今からですね、栃木の方のね、足利フラワーパークというね、イルミネーションがね、綺麗なところに、ね、行こうかなと思っております。時刻はね、3時ぐらいということで、少しね、夕方に差し掛かっているところなんですけども、ここからですね、大体1時間ぐらいで、到着する場所になっております。で今回はねこうイベントとかね、そういうあれでもなく少しね休日のねまったりした旅にしようかなと思っております。ゆえに出発も遅い。でね、今土曜日のねその3時なのであんまりこうバタバタしててね時間もない中だったので、1泊2日ですけどゆっくりね旅できたらなと思っております。今日はですね新しいねまたねアイテムを一つね持ってきております。後ほどね、詳しくねまた紹介するんですけども、だいぶね結構大きい進化なんじゃないかなっていうぐらいコンパクトなね大容量系ポータブル電源みたいなのがねついに出ましたので、そちらをね今回ね持ってきております。今回はねこれまだね僕もね実は使ったことないんですよ。お借りしててまだ家に来たばっかりで充電だけしてきたって感じで、だからねちょっとね本当にね、どこまで使えるのかっていうのも合わせて検証しながら紹介できたらなと思っております。なので少し今日はねハードめに使う予定です。あとはね本当ね今回久々のね家族だけの週末旅なので、せっかくのねキャンピングカーありますのでこの中でねゆっくりね、過ごしたいなと思います。やっぱねキャンカーのいいところはねどこ止めてもねその場でねすごくねまったりできるっていうのが一番いいポイントなんじゃないかなと思います。その辺もね今回ね久々にねキャンピングカーそのものをね楽しめる旅になったらいいなと思っております。はい、ということでねまずはですね足利フラワーパークの方まで向かっていきたいと思います。北関東道。はい、今ですね高速降りました。なんかねスマート IC ですね、パーキングについてるやつ。多分寒いと思う。結構ダウンは持ってきたけど。であとねこっからですね 8.6 キロで、だいたいまっすぐ行けば着くみたいな感じっぽいです。前回行ったのっていつだっけ。あれまだカービィの時だ、結構前ですね。もう3年以上経ってる。なので結構ね僕らも久々の足利フラワーパークで、ここからはですね多分こんなような道をずっと走って足利フラワーパークに到着と。5時ぐらいから点灯だったと思うんですけど、明るいうちに行ってもあれなんで暗くなってから行こうかなと思ってます。これを右に曲がって行けばもうあれだね、足利フラワーパーク。なんかでもそんな渋滞とかはないね。これからかな。先にパーって行って駐車場に車止めといて、ほんで時間になったら行くみたいな。反対側すごいよね。本当だね、向こうがすごい混んでる。とりあえずねそんなこんなで一応着いたので、これからですね駐車場入ってちょっとねゆっくりしてから足利フラワーパークのねイルミネーションに行こうかなと思います。はい、無事にね到着して、まだね少し時間があるのでこれを使うために今日持ってきてるのがこちらです。はい、ということでね今回ですねこの用意してきたのが、ブルーティーエリート 200V2 ってやつです。もうね超最新作です。まだちょっともう販売開始したかなっていうぐらいで、ほんとね発表もねついこの間したばっかりというねスーパー最新モデルです。はい、ということで、こちらですねほんとね軽くねさらっと紹介しちゃうんですけども、ほんとねこのサイズ iPhone と比較するとこんなですよ。めっちゃちっちゃい。この本当にちっちゃい AC180 とねほんと変わんないぐらいかな。だからねサイズ感でいうとかなりね小さくなりました。で容量がね 2073.6Wh っていうことで 200L よりもちょっと大きいんじゃないかなこれ。容量もあって、しかもね出力もね 2200W まで使える。で電力リフト使うとね 3300W まで使えるんで、もうね何でもいけちゃいます。だから 200L と比べてもう全てにおいてパワーアップしといて小さくなったっていうね、そんなねモデルになっております。でもちろんね今回のも
ね、スマホのね、アプリとかも使用することができます。で、あとですね、今回、ポイントとしてですけど、超耐久性ということで、ね、重放電サイクル。こちらがですね、従来よりもさらにアップして6000回まで使えますよということなので、6000回のサイクルって本当使い切れるのかなっていうぐらい使えます。なので、すごくね、エリート 200V2 に関しては、もういろんな人がね、使いやすくて、しかもコンパクトになったっていうね、そんなモデルになっております。ブルーティーさんって基本ね、ポタでみんな静かなんですけども、その中でももう本当にね、さらに静かになって、今はね、これね、16デシベルしかならないらしいです。運転中の騒音レベルが50デシベルっていうことなので、もう本当にね、全然ね、音聞こえないようになりました。なので、このね、ブルーティー独自のインテリジェント冷却システムってやつですね。こちらもね、すごくね、またパワーアップして帰ってきたということで、全体的にですね、スペックアップしてサイズダウンみたいな、そんな感じでね、仕上がってきたモデルがこのエリート 200V2 になります。なので今回ですね、こちらを使って、実際ね、ちゃんとね、大電力に本当にね、耐えれるのかどうか。僕らはね、普段 200L 使ってるので、その辺ね、比較もね、すごくね、しやすいかなと思ってるので、今回ね、こいつを持ってきました。はい。なので早速ね、使ってみます。はい。コンセントはね、通常通り、普通に挿して、OK。使い方はね、従来のモデルと一緒です。普通に電源ボタンを押して、AC 使うときはね、この AC ボタン。これですね。この AC ボタンを押すと光るので、これで今 AC OK です。まずはね、すごくね、わかりやすいところで、この電気ケトルを使おうかなと思います。これ使えるか使えないかだけでもだいぶ違うんで。OK。今ね、スタートしました。1200W 使ってますけど、聞いての通りですね。ほぼ無音。本当にこれ動いてんかなっていうぐらい、ファンの音がしないです。ちなみにこれ今ね、外部マイクつけてるので、僕の声がね、ちゃんと入ってると思うんですけど、外部マイクを使ってでも、このブルーティーのね、使用時の音がね、聞こえないぐらいです。ちょっと近づけます。これちなみにね、ボーって言ってるのはこれ FF の音なんで、音してないんですけども、ちゃんとね、使えてます。1200W。なので、この静音性っていうのはね、本当に夏場とかね、エアコン使ってる時、夜中ね、使いっぱで寝ても全然気にならないぐらい静かです。これはね、購入する時のね、ポイントになるんじゃないかなと思います。はい、今ね、だんだんボコボコとお湯が沸いてきた音がしてます。マグカップっていうか、スノーピークのコップ、ちゃんとあれ出しといてね、取って。はい、今ね、ケトル買い終わったんですけども、97% ということでね、3% で、約 0.5 リットルのお湯をね、沸かせました。ちょっと少ないかな。0.5 リットルミリ。3% のね、力で沸かせるっていうのはね、すごくね、頼もしいなと思います。パパたちはコーヒー。うーちゃんはココアです。うーちゃんさ、ジュースはあんまり飲まないけど、ココアは好きだよね。コーヒーとかも好きだよ。なんかこれあんまりさ、普通のジュースとか炭酸も飲まないじゃん。だからコーラとかああいうのも飲まないじゃん。飲まん。基本お茶好きだよね。リンゴジュースとか好き。そう。飲めるし。オレンジジュースとか。そう。炭酸はダメだよね。炭酸と。でもジュースは飲めるけどあんまり好きじゃない。はい。ということでね、今日のコメント欄は、皆さんが好きな飲み物、特にソフトドリンクで教えてください。ふーちゃんは麦茶、または水ということです。ちなみにパパはレモネードとか、ああいう系好き。ジンジャーエール系以外。以外意外ぜひですね、皆さんの好きなソフトドリンク、お酒じゃなくて今日はね、ソフトドリンク系にしましょう。あ、電源切り忘れた。うまいやろ。長押しでね、うん。切れます。オフになって、オフって書いてある。甘さ控えめだね。うまい。はい、ちなみにね、僕ら入った時はね、全然車いなかったんですけど、もうね、こんな感じです。みんなね、すごいいっぱい入ってきた。防寒着着てる。まだちょっとでも早いんだよね。点灯もきっとまだだろうし、点灯してたとしてもまだ明るいんで、まだもうちょっと車で待機します。今日はね、ふーちゃんカメラマン、しっかりカメラ持ってきます。あ、そう、Twitter とかね、インスタグラムではね、紹介したんですけども、最近うーちゃんね、マイカメラ持ってますので、これすんごい軽いセットなので、これだったらね、うーちゃんでも首からかけてね、撮影できるかなと思っております。じゃあちょっとね、ゆっくりします。はい、そろそろね、イルミネーション行こうかなと思ってるんですけど、先にですね、今回、こちら、家の炊飯器、登場です。これね、普段ね、家で使ってるパナソニックの炊飯器です。何作るの？今日はポークソテうん。ーにしようかなって。作りたと思い
が何でもただ豚肩ロースがなかったから豚もも肉で代用です。でこれ時間かかるみたいなのでイルミネーション行ってる間にねもうそのままかけとこうかなということでセッティングだけしてあとねポタで回してイルミネーション行ってこようかなと思います。それは何を入れるの？お砂糖どうしたいいよ。なんか存在感すごいねこれ炊飯器。でかい。なんか家だとそんなでもないけど車に持ってくるとなんかすんげえでっかいの。炊飯器どれぐらい使うのかっていうのがちょっと未知すぎて、でも定格が1200ワットなんだよね。うん、この本体がね。そうその後がどれぐらいの消費量で電気消費していくのかが未知数なんだよね。そう普段ほら家で使ってるからさそう見えないじゃん。そう家で使う時に何ワット使ってるなんてね全然気にしないから。そうそうでこれ電オープンする？源入ってる？いやまだ。ちなみにですがこれをやるのは初めてです。いつも米しか炊かないんで、多い。開けてこの内釜にこれを入れるらしい。こういったね。ほんでで閉めるでしょ。でいろいろこれをロックかけて多分調理低温で時間が150分って書いてあったけど来すぎた。こんな感じらしい。でスタート押すよ。おい。今何ワットぐらいになり始める？はい。一方ブルーティーは今570、1200。一気に1200までいったね。1100。ああ、1100までいったり0になったり。まあこんな感じで炊飯器をセットして今からね準備してイルミネーションね行っていきたいと思います。ちょっと準備してる間ねどんぐらい消費するかね一回見ます。少しか4分ぐらいか経ったんですけど実際ねまだね 1% しか減ってない。瞬間的に 1000W かかったり 500W でかかったりするんですけどまたゼロに戻ったりしてそんなに消費してないからまだ。とりあえず今ね、北海道ダウンに貼ったりして準備しております。でこれが終わったらねイルミネーションに行ってきます。さあ今から出発します。頼んだようーちゃんカメラマン。逆に撮ってるんじゃなくて遊んでるわ。パパ動画しか撮ってないからね。うーちゃんカメラマンにかけてやって。なんでよ。ふーちゃん子供だからじゃあ行きましょなんか思ったよりは寒くないかも。う。なんか食べる？後でにする？あゆうちゃんチョコバナナ。息系がくっついてんなこれ。あ、そういうこと？お、いいんじゃない？頑張れうーちゃんカメラマン。こんな感じでまあまあ混んでる。クリスマスカラー。お好み焼き串。あ、いちご飴もじゃ買おううん、ようやく座れた。じゃあ食べよう。チュロスとお好み焼き串といちご飴。よし、無事に帰宅。あ、寒い寒い。無事にポンちゃんに帰宅です。寒い。はい、今ね帰宅で残りが50分。51分。残りが51分あるけれども、さて気になる残量は。サナパ。え？まだ90あるよ。エコじゃない？全然消費してなかった。もうなんか残り 20% とか 30% だったらどうしようと思ったんだけど、
全然余裕です。ここまで消費量も多分高くないっていうのと、あとこれも容量が大きいから減らないんですよね、多分そんなに。ということでね、まだもう少し50分かけてきます。圧力かかってなかったのかなこれ低温調理で。とりあえず、終わったね、今。なんか20分って書いてあったけど、終わった。ちなみに、この状態で残りが 88% です。あったかいわ、炊飯器が。全然余裕。これって保温しとくの？いや、保温になってない。切れてる。じゃあいいのかな、このまま。開ける？うん。あっぱい。おう。おう。おー、ちゃんと焼けてる。いいね。いいね。まあ、これは炊飯器でこのまま置いといて、食べるときにちょっと焼いとく。そういうこと？うん。あとはこれはこのまま一回置いとく。このままそっちに置いとこうか。電源じゃあ切って温泉向かいます。はい。今ですね、出発しました。もうね、見ての通り、かなりね、車も減っております。ここほら結構さ、言うて近かったじゃん。近かった。ただでもここは駐車場的には5メートル以内じゃないと枠的に超えちゃうから 5.2 とかの人は多分向こうの方が。そうそうそう。行くでー。あんまね、ぐるって回る感じかな。寒かったね。2時間ぐらい外いるとさすがに。うん。で、この後はスーパー銭湯の方にね、これから向かっていきます。ここからね、6キロぐらいなんで、そんなに遠くないです。今日はなんか一泊だけの予定のない旅だから、せかせかしなくていいのがいいわ。そう、特に移動とかもないから。なんかその辺の近場で適当に。まったりっていうのが。うん。多分キャンピングカーのね、本来の使い方は多分こうなんだろうね。うん。あとね、ここを曲がれば到着です。多分ね、前にも一回行ってんだよね。ここが多分ね、フラワーパーク、足利フラワーパークからね、一番近い温泉かな。よいしょ。よいしょ。前もいっぱいだったような気がするな。なんかあれだね、今日キャンカー全然いないね。はい、今ね、温泉から帰ってきたので、一回ね、ドライヤーとかねしちゃいます。パパはね、そのまましてきたんだけど、やっぱりね、中は混んでたみたいなんで、ママたちは車で。ママたちはお風呂セット意識忘れるって。そのまま行ったけど、リンスインシャンプーだったからバリバリ。パパいつもだっけ？バリバリじゃん。でこれはね、サブバッテリーでもね、インバーターつけてできなくはないんですけど、やっぱりね、負荷がね、結構高くなるんで、こういう時以外でも、普段から結婚線とか行って、車に戻ってきた時は、ポータブル電源でね、ドライヤーかけることがほとんどです。で、これだったら、変な話、サブバッテリーだとか、インバーターを積んでない車であっても、ポータブル電源だけあれば、どこでもね、どんな車でも同じことができるので、すごくね、いい使い方かなと、個人的には思っております。はい、今ね出発しました。その後近くの道の駅とかで車中泊しようと思ってるんですけど、あんまりたくさんなかったこの辺。一番近いところ行ってみて、あんまり空いてなかったらちょっとまた場所変えなきゃいけないから、それもう一回考えなきゃいけない。とりあえずねそこに向かって、ダメそうだったらちょっと変えるけど、大丈夫そうだったらそこにしようかなと思います。はい、ということでこれからねご飯を作っていくんですけども、このね光合シーライトを使わずにですね、今回はこちらです。装着してから全然使ってない暖色カラーのライト。これね光合シーライトほどは明るくないんだけども、調整もできて、こんな感じでねフロアでもちょうどいいね色合いになるっていう。なかなか使うことなかったんだよね。キャンカーでちゃんと車中泊するの結構久々だよね。久々だね。なんかもう本当にね今年ね慌ただしくて、自分たちだけでなんかこう車の中でやるっていうのすごい久々。トマト全部やる？うん。で何作るの？カプレーゼとローストポークと、さっきのやつね。野菜あれして、サラダ乗っけて。そんなにお腹空いてるみんな？あとあれやんなきゃ、サングリア。せっかくねポタ電あるから熱燗機使おうって。熱燗機でホットワインやるっていうのもなかなかいいかな。あれ今日は簡単です。まあでも車で調理って借りられるよね。最近これ便利やなって。バジルソース。それをかける。かけて終わり。カプレーゼ1品出来上がりです。
はい、こちらね、我が家の2代目とデビュー戦です。まだね、これ外してもない。これなんでね、買い直したかっていうと、初代タフマルジュニアが石が飛ばなくなったっていうのかな。それでまさかのね、もう全然使わなくなっちゃって、結構気に入ってたんだけど、もうしょうがないよね、使えないから。ということでね、ニューカラーをこれにしました。野菜をカット。久々に車の中で調理してる気がする。おお、こんなんで感動しちゃう。普通に使えるってこと？そうそう、入れるか。調理しといたお肉をこんなになってるからどうだろうね、ローストポーク美味しくできてるかな。このまま一口だけ食べよう。あ、でも柔らかい、ハムみたい。意外とボリュームあるかな。ドレッシング買ってないかな。今このエリート200こっちの席に持ってきたんですけど、ここねはまってます、しっかり。しかもこれ入れた状態ではまってるんで、他のね 200L とかね 200MAX とかはね全然ねこんな風に入らなかったです。全然大きすぎていつもね向きを反対にしました。このねエリート200になってすぐちっちゃくなったんで、これを設置した状態でもそのまんまはまるっていうぐらいね小さいです。そうで、なんで今ねこれをねここに持ってきたかっていうと、これからですねこっちでホットワインやろうかなと思って、もうね先にねちょっとね電源つけちゃいます。時間かかるんで AC OK。 こんな感じでね熱燗機ですね、いつも使ってるこれに今ねこれね59度設定にして温め始めました。このショーズのいつものやつにサングリアね、あとねシナモンとかも買ってきてるんで、これを入れて飲もうかなと思ってます。ちなみに消費電力は 220W 前後ですね。この手のクラスだったらもうこのねインバーター出力ね、全然余裕です。はい、ということでね今日のご飯できました。こちらね低温調理で作ったポーク、ローストポーク、あとね野菜、カプレーゼ、あとうーちゃんはご飯。今日はこんな感じかな。あとねサングリア、ホットワイン今作っております。シナモンとかねいろいろ入れております。お箸。こちらねお箸ねいただいたやつでウーママって書いてる。うーちゃん。うーちゃんのはうーちゃんって書いてる。じゃあ文字見して。よし。こんな感じでうーちゃんって書いてます。来年結婚10年目になるんだっけということで、そのお箸をいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。これからずっとボンちゃんにこれ入れとこうと。そうそう。ホットワインはね今作ってるんで先にビール飲もうかなと冬思います。物語だって札幌。なんか久々だね、車で。最近ずっと忙しかったからね。こういう時間も必要だね。チャンネルグラス見るのも久々だ。あるんですよこういうグラス。じゃあ食べますか。食べましょう。今日はでも割と作ったんじゃない？さあいただきましょう。はい、いただきます。いただきます。そして乾杯。はい、うーちゃんも乾杯。うーちゃんも持つの大変じゃない？乾杯。乾杯。さあローストポーク出るよ。どう？うまっ。ハムみたい。もしかしたら一番電気食うのはこの熱燗機かもしれない。ずーっとかかってるから。一定量でずっとかかってっからじゃん。みんな小分けされてるからね、欲張りに食べないように。なかなか最近こうやってゆっくり車中泊なかった。いつ以来だ？新潟以来。
いつ引っ越したばっかだったから7月ぐらいかな。あれ以来ないんだよ。約半年ぐらい。柔らかい。まあ美味しい。よかった。こいちゃん好きな味だった。垂れちゃうか。こっちで入れる？おお、なんか美味しそう。どれぐらい飲むかだね。あんま飲みすぎると酔いそう。ちょっとストップって言ってるの見えないから。じゃああとフルーツ入れる？フルーツ良さそうだよね。フルーツはちなみにこのベリー。朝ごはんとかに出てくるやつですか？そうだね。朝ごはんに食べたいフルーツがあるとき、こういうものを出しますよね。あとシナモンスティックとかも入ってますね。ホットワイン飲んでみたいと思います。めっちゃうまい。うまい？いただきます。なんだこれ。これいいじゃん。飲みやすいし、フルーツの味すごいする。美味しいね。これ正解だね。サングリア。これなんとかかね。八角ってやつと、このシナモンスティックは1個ずつ。あとサングリア紙パックのあれね、安い400円ぐらいで売ってた。にミックスベリー冷凍。ね、200円ぐらいだよね。で作ったサングリアだけどめちゃめちゃ美味しい。これ超おすすめ。冬にいいよね。なんかホットワインパパねあんまり得意じゃなかったんだけど、これめちゃくちゃ美味しい。熱燗もいいけどこれもいい。これなんかメニューもちょうどいい。ちなみにサングリアこんな感じです。今日みたいなゆっくりできる日はほんといい。ローストポークもうまい。まあメニューがちょうど合ってるよね、今回。ズッキーニ美味しい？うめえ。明日ってさ、揚げパンでしょ、朝ごはん。揚げパンとコーンスープかな。よし、パパはねホットワイン追加します。ベリー多めに入れて。動画では流せないんだけど、ずっとねこれで音楽聴いてました。じゃあケーキ食べましょう。いただきます。くっついて食べる方式です。そうです。もう切らないです。負けません。はい、ということでね、今日はプロジェクター用意してます。で、これね電源が必要なタイプです。スイッチこれにねつなげてプロジェクターをね投影しようかなと思います。電源ね、AC の電源と、あとねタイプ C が必要になります。スイッチ動かすのにねタイプ C 必要です。投影する時に使うんで。で AC をまずつけて、その後 DC もつけます。これで今ねタイプ C も使えるようになったんで、これでね動くと思います。はい、こんな感じで今スイッチつけてます。こんな感じでいいです。やだ。ママコントローラーにハンデがあると思う。これ。こんな子薄い。ちょっと外どけや。おい。なんか忘れちゃったな。どんな感じだった？ふざけんなよ。こいつに倒すわ。それかうーちゃんと同じやつにして、うーちゃんと全然にしようかな。大丈夫。てててじゃなくて。待って、うーちゃんも出ていいわ。ほんと無理。やめてほしい。カオス。意味わかんない。あと吸い込む。B で吸い込んで。ママ B。ママ仲間を入れた。どこ行ったの？50cc。 100。 50。でもさ、うるさい。やっぱ下手になったから。かわいい。さすがにママだけは抜かしたいわ。もうなんかやり方わかんなくなっちゃった。です。はい、ということで今ねゲーム終了です。二度とやらないまで。ママはマリカーでボコボコでしたなんならうーちゃんとほぼ変わらない。スマブラでいい、スマブラで。そしてうーちゃんがずっと横でうるさい。あだこうだ。こんな感じでポタ電があれば全然こういう遊び方もできるのかなと。ちなみに今もう寝るんだけど、ポタ電まだ 68% ですね。全然余裕です。明日も使えそうです。じゃあ今からね片付けます。はい、ということでね、かなり久々のバンクベッド完成です。広い。いつもすごい狭い場所でさ、
こんなになって寝てんだよ。ちなみにここのことです。でも今日はこっちです。僕で寝れるだけでもだいぶ違う。よし、じゃあ歯磨きして寝ましょう。はい、おやすみ。じゃあママもおやすみ。1年前にさ、ジョージが1人分取らないで。おやすみ、無事。はい、こっちは追いやられちゃうの。おやすみ。すみ。はい、おはようございます。おはようございます。みーちゃんも起きました。車の中あったかいです。なんか夜はマイナス3度まで下がったらしい。朝方かな。うん。結構寒かったよ、車の中。あ、そう。今はねちょっと暖かくなってきたんで、これからね準備して一回ね道の駅とかね行ってみようかなと思います。なんか前髪がかわいそうなことになってる。前髪がこれ濡らさないとダメなタイプか、これ。なんか五右衛門のようになってしまった。前髪作ると前髪がこうなるから嫌なんだよな。もう伸ばすけどね。さあ一旦道の駅行こう。寒いね。寒くない？なんか結構広い。じゃあ行こう。もつ煮が売ってる。もつ煮専門店。こっちはご飯食べるところ？なんかほら、あそこはカフェっぽくない？ジェラートクラブ。佐野チャーシュー麺。これか。これにしてみる。ママは。前もなんかこんなとこあったよね。あった。なんかさ、足湯かなんかなかったっけ？あった。足湯あそこだ。なんかそういった記憶がある。まだカービィ時代。3年前ぐらい。佐野満喫セットか。ママは佐野チャーシュー麺。で、うーちゃんがマグロ。麺がチチレ系だ。こういう方が食べれるな。人がすごいね。いちご売ってる。いちごでかっ。でかっ。いちごすごい。すごいね。でかいね。でっか。これ買うの？これ買う。なんだかんだいろいろ買う。はい、今ね帰ってきました。でいろいろね買ってきたんですけど、その中でもねこれうーちゃんのコーヒー、ひらがなで書いてあるコーヒー、あとねこれど真ん中プリンっていうね、ど真ん中タルマっていうところに今いるんですけど、そこのプリンなのかな。これだけね食べてから行こうかなと。うーちゃんはコーヒーこれね、パパたちはお湯入れるから。石鹸で洗いな。はい。帰ってきたからね手洗える。でもなんかね手洗えるのがねすごくやっぱいい。今ねコーヒー入れるためにケトルね用意してます。電源はねもちろんこれはブルブルと呼ぶのか何と呼ぶのか分かんないけど、小ブル中ブルでもないんだよ。ブルブルじゃない。ブルブルなのかな。思いのほかっていうかね、まだ半分以上パワーが残ってるっていうね、想定外なほどね電力が有り余っております。まあ一応ケトル使うけど多分大して減らないです。ものすごい優秀です。このサイズ感だからね、このサイズ感でこんなに使えるからね、多分どこのメーカーでもこんなんないんじゃないかなまだ。ただ唯一ね欠点ね、ちょうどお湯沸かしてる間にねちょっとね言うと1点だけ見つけました。これの欠点何かっていうと、小さくなったからコンパクトになって、ここはねすごくメリット。でも故にね持った時にすんごいずっしり感あるんですよね。でこれね前のよりも当然軽くなってるんですよ。軽くなってるんだけど体積が小さくなってる分すごくねずっしり感があるんですよね、重量に。でもこればっかりはしょうがないですよね。どんどんコンパクトになればなるほどこういうことが起きるんだろうなと。もちろん重量も軽くなってるんだけどね、軽くなってるんだけど重たく感じるっていうだけです。あとも完璧です。充電速度も速いし、アプリも使えるし、音もしないし、1200W 使ってるけどファンの音は一切しないんだよ。今落としてるのはこちらのケトルの音なんだよ。そういうのを考えると機能性で言うとね本当に完璧だなって思います。唯一ねデメリットは重たく感じるでした。何にするの？はい、走行周知ねティファール OK です。これねボタ電があればねお湯沸かせるってことなので全然キャンカーじゃなくてもいけます。何パーになったんだろう。65% ですね。やっぱりね 2% ぐらいしかいってないです。 2,3% ぐらい。じゃあいただきます。いただきます。いただきます。固めテイストだ。これじゃ食べてみた？美味しい。
ただきます。本当に。あ、固めのプリン。固めが好きな人はいいけど、いいかも。うん、へえ。硬いプリンか。固めのテイスト。固めテイストのプリンママ好き。ゆうちゃん柔らかい方がまだ好きか。あ、そう。割と固めテイストじゃない？確かに硬い。しっかりしてて。ママこれ好き。柔らかい派。パパは？パパも硬い派かな。あんまりないけどね、硬いプリン。うん。はい。で今ね出発しました。今日はねこれからもう特にね予定がないので、まあなんかね寄り道しながらね適当にプラプラ帰ろうかなと思います。で今回ですねブルーティーのエリート 200V2 ってやつですね、こちらを持ってきました。基本的にねこちらでね何ができるかっていうのをね今回検証しながらの車中泊になったんですけども、すごくね電力的にもね安定してて、要はハイパワーでねすごく容量も大きいなのにコンパクトということで、そこはねすごいね良かったです。実際使ってみてすごい使いやすかった、そういう印象です。僕らもブルーティーに関しては今までね AC200L っていうねもっとサイズがね大きいやつだとか、あと AC240 っていうねもっと出力の大きいものだとか、あと AC70 とか60っていうね少し逆に小さめのタイプ、いろんなタイプのねブルーティーさんのポータブル電源今までね使ってきたんですけども、その中でもね今回のこのエリート 200V2 に関してはすごく良かったです。今までの中で多分一番いいんじゃないかな、もしかしたら。それぐらい完成度の高いポータブル電源です。メリットはねたくさんあって、動画の中でもね紹介させてもらったので、デメリットをねお話ししますと、今までのねモデルよりも少しねなんか重たいぞっていうような感じがしました。あとはねこれはね別に使う人使わない人もいるんで、みんながみんなでデメリットになるわけじゃないけれど、拡張ができないんですよね。例えば 4000Wh にするみたいな、それができない。 AC200P と同じで拡張はできないけど充電するみたいなことはできるみたいです。なので 200P をねほんとね進化させたようなイメージですね。なので全く使えないわけではないです。純粋にね拡張されるってわけではなくて、充電させるみたいなそういうイメージです。あとはですね逆にサイズ感が小さくなったのでね置けるとこのねバリエーションがすごい増えたかなと思います。従来通りの機能もしつつ小さくなってなおかつハイパワーになった。あとね静音性が高くなった、より静かになった。なのでその辺だけで見たらものすごくいいと思います。はい、なのでぜひですね概要欄の方チェックしていただいて、製品スペックとかね気になるところねまた見てもらえたら嬉しいなと思います。はい、ということでですね今回はこちらブルーティーのエリート 200V2 を使ったプチと車中泊旅でした。旅全体としてはねイルミネーション見に行ったりだとか、あとねすごい車内でねゆっくりする時間が今回は取れました。ゲーミング車中泊みたいなねこともね、なかなかね普段ねゲームねやる時間なくて、ほんと久々にやりましたみんなで。そういうのとかもねすごいね車の中でね楽しめて、これはねキャンピングカーのすごいいいところだなと思いました。でまたね今後もねこういった感じで、あんまりね予定のない週末のノープラン旅みたいなのもねちょこちょこっとねできたらいいなと思っております。あとキャンプとかもねちょっとまた行きたいなと思っているので、また今後もですね全国制覇旅や、そういったプチッと旅、それからキャンピングカーオーナーズとかもねいろいろとねやりたいと思いますのでよろしくお願いします。ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。次回の動画もよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンも押したら、じゃあまたね、バイバイ。